お待たせしました。お待たせいたしました。どうぞ。いい醤油です。お預かりします。あ、よかった。ありがとうございます。美味しいです。ご飯を食べたくなるような味付けにしてますね。すいません、失礼します。面白い。今まで食べた中で一番美味しかったです。やみつきになります。10はある。美味しかった、ごちそうさまって言ってもらえると作ってよかったなって思います。食べるのが好きなんです。こうした方がいいかな、した方がいいかなとかっていうのを重ねた結果、今になります。これですね。死にそうになるけど、そんな死んでられないから、お店やってる以上私がやっぱ責任持ってやらないとなとは思ってます。お邪魔します。それは何を？お店の携帯が鳴るんですよ。で、いつも使ってるから電話出られなくて。ずっとつけたまんまで。ちょうどこっちが今壊れちゃって外側が使えないんですよね。これ一鍋何キロ？今まで8キロぐらい入ってる。8、5、40です。40キロ。通勤は車で高速道路できて、東京と神奈川の境ね、2時間ぐらいから6時に出たから家を。お米ってこだわりあったりするんですか？いや、ないです。前まで美味しいお米でと思ってたけど、今そんなこと言ってられないから。でも一応新米で愛知から契約農家でから仕入れるようにはしてます。炊き方を一応べちゃべちゃにならないようにはしてます。お米によって違うから、水が多い方がいいお米とか水が少ない方がいいお米っていうのがあるから結構大変。この量を炊くのに普通のあれ炊飯器ですよあ、そうね。です。タイマーでみんなが順番に炊き上がるようになってるんですよ。お客様が途切れないでしてくださったら炊きたてもう常に提供できるようにっていうのでは考えてて、どうしてもガス釜で大きいので炊くと美味しいけど保温ジャーに入れちゃうと保温があれじゃない？満パンに炊くとお米が潰れちゃうから 8.55 ぐらいの感じでやってます。これが A チームでこっちが B チーム。でお母さんがもつ嫌いで、はい。お父さんはもつ好きだったんですけど、後味嫌い、お母さんが嫌いだから私も嫌いと思ってお店やろうって思うまであんま食べたことなかった。私で31です。お店は何歳で？
今3年目だから28の時にお店をオープンしたんですね。こうやって人は年を取っていくんだなって思います。順調というか、いや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 、上がることもないし下がることもないし、ありがたいことだけど、でも平行線じゃあれだからちょっといろいろ考えてるのがいるんですけどね、今ね。この目指しているところがあるんですか？大きく広げようっていうのはないですけど、場所を変えたいですね。まずは駐車場がないから、車が止めやすいような場所でどれだけ勝負できるかなって感じかな。いいっすね、気合が入ってる。はい、因果応報です。本当に最近の座右の銘。因果応報。因果応報。テレビのさ、ニュースでお子さんがお寺のお供えを盗んで食べちゃったっていうニュースがあって、それでお坊さんが因果応報でございますって、すごい言葉だなと思って、全部自分に返ってくるっていう意味でお坊さんは使ったんだけど、全部正直に生きようと思って、悪いことしたら悪いことに全部自分に返ってくるっていう、いいことをしたらね、いいことに返ってくる。僕が可愛いこと、僕もいつか可愛いことってもらえるってことですね。そう、頑張りますよ。いつ取られる機会あります？いろんなところにあるから。これでお米は終わりですか？お米のしまいで。店主こだわりのブレンド米を使用。お客さんがお米大盛りで食べられてるからお米美味しいんだろうなと思って。炊きたてだから。外でご飯食べる時とかはガス釜で炊いた保温ジャーで保温されたお米じゃない？家で自分でお米炊いたら炊きたてのご飯が食べられるけど、で一人暮らしの時にあんまり炊きたてのご飯って食べないですよね。足長いですね。まずだからこれからパートさんとか新しく自分で新天地でやるときとか、あ、そう、はい。かっこいいでしょ。100円ショップで500円。自家製の漬物を日替わりです。今日は大根の甘酢、かぶ、白菜、大根の醤油漬け。ここら辺の組み合わせは、適当に。みんなが思ってるよりちゃんとした人じゃないんですよ。適当なんです。いつもみんな消えてるもん、パートさんも。私が煮込み作るときに醤油とかピュッピュッピュッってやっててわからないから、ごめんなさい、脱ぎ違いました。今日は平日じゃないですか。はい。土日と比べてやっぱり量は少なくなるんですいや、変わんないです、あんまり。来るお客様がちょっと違うぐらい。この辺で働いてらっしゃる方がやっぱ平日は多くて、土日は逆にちょっと遠方から食べに来てくださったりとか、ファミリーが多いですね、土日とかは。モツノっていう名前は、うん、なんで？私名字が前丹野って言うんですよ。丹野っていう名字で持つのでも野原の野字はダサいから野上の食パンってあるじゃない。野かっこいいから、じゃあ野上さんから野をいただこうと思って。なんで青系のうんにされてるのかなと思って。落ち着いた感じで青を基調にみたいなネイビーっぽくして、でも青って食べ物業界から結構敬遠されがちな色で、周りにいない方がいいでしょ。でこんな感じになりました。なるほどっすね。ありがとうございます。焦げないように混ぜてます。焦げちゃうんですよ、下が。こっちの外側が壊れちゃってつかないんで、ちょっと鍋を入れ替えます。火力が違うので。よいしょ。
したら味付けて予約の取り分けをしてで保温醤に入れちゃいます。お子さんはいらっしゃるんですか？そう、1人1歳半です。朝起こしてご飯食べさせて6時に出るから保育園送るのは夫にお願いして土日は5時半に家出ます。何時に起きるんですか？いつも4時半に起きてます。出るのは10時11時。スーパーマンです。いや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 、今日撮影じゃないですか。寝るの遅いと肌がちょっとブツブツになるから昨日は気合い入れて9時半に寝ました。ちゃんと早く寝たからさ、お肌の調子朝から良かったですか。上に浮いた油を取ってますね。油とアクを一回全部捨ててます。お電話ありがとうございます。松野でございます。お味と数量教えてください。カレーを4つ。いつもありがとうございます。じゃあ本日11時から16時午後4時までにご来店お願いします。はい、失礼いたします。こんな感じで電話かかってくるんですね、予約の。そうなんです。だから手離せないでしょ。ヘラは可愛いでしょ。カレー用のヘラです。カレー用はシミがついちゃうんですよ。でカレーの匂いがつくんで、カレーはカレーって書いてたね。前に出ない3、4、秘伝のスパイスです。松野さんのカレーはどんな特徴がありますか？ニンニクが効いてると思います。誰でも食べられるように辛さはないです。子供でも食べられるカレーにしてますね。ちょっと味は濃いめにしてご飯が進むように。もつ煮はどうですか？もつ煮も家で作るよりかはちょっと濃いめにはしてますけど、お酒を飲むようにっていう感じよりもご飯を食べたくなるような味付けにしてますね。パンチがあっていいです。ミキサーでかけた粗いやつを使うのは何か理由があるんですか？最初の時は全部プレスして潰してたんですけど、はい、作る量が増えたらもうそんなに力がなくなってきて文明の利器の力を借りることにしました。このぐらい粗くないとニンニクの雑味じゃないけど、はい、ちょっと角が出てきちゃうんで、だからこのぐらいちょっと粗めにしてやってます。すりおろしだとちょっとねツーンとするんだよね。瓶とかで売ってるような子供とすりおろしてあったりみじん切りしてあったりするやつだとどうしてもそれを保たせるための保存料が入ってるから、それがまた味の雑味になってくるから、だから一応生のニンニクを使ってます。ここまでその味を追求されてるっていうのは誰かに教えていただいたりされたんですか？食べるのが好きなんです。もつじゃないですよね。でもご飯食べるのが好きで美味しいもの食べたりして再現したりとか、あ、こうした方がいいかなした方がいいかなとかっていうのを重ねた結果今になります。今でもまだいろいろ改善することはたくさんありますからね。でも子供の時から料理は好きですね。食べるのが昔から好きで。割にはすごいスリム。ここにあったかな。
毎日でも味見をちゃんと自分でするようにしてますね。美味しいです。匂いがしますね。一回茹でこぼしです。もつはどうしても臭みが強いんで、臭みと油がとてもいいんで、茹でることでちょっと出るかな。2、3回茹でこぼしありますよね。これ全部あれですか？予約。でも店内が本当に忙しくて、多い時はもうなんか1日に100人ぐらい見てきます。ありがたいですよね、本当にね。100人こう接客した後に家に帰って今度は子育てが始まるわけですね。営業終わって仕込みして片付けして4時から4時半までに出ないと保育園のお迎えに間に合わないんですよね。ご飯作ってお風呂入れてプライベートの時間。ない。ゆっくりしてるってあんまないね。朝起きてからずっとだね。死にそうになるけどそんな死んでられないからお店行かないといけないし、今日はもう疲れたから店開けるのやめようかななんか思ってても予約してくれてるお客さんがいるから行かなきゃ、頑張れ頑張れそう行くまではねしんどいの。行ってみたら楽しいんですよ逆に仕込みを自分でされるのはなんでなんですか？味に関してはやっぱり味見してもらってそれを出すっていうのはできない。自分で作って自分で味見しないとそんなの不安じゃないですか。作るのもやっぱり1から10まで自分が作らないと何がどうなってるのかっていうのがわからないものをお客様に提供するのはやっぱりちょっとそれは私的にはちょっとできない。だからお店やってる以上私がやっぱ責任持ってやらないとなとは思ってますけど。よいしょ。気にしいの負けず嫌い。気になったこととかは解決方法とかその先の道筋とかそういうのを全部決めないとすっきりしないから常になんか考えてます。だからすごい複雑な夢を見るんですよ後ろからイワシを持ってイワシをめっちゃ投げられて追いかけられる夢とかちょっとぶっ飛んでるでしょ。だいぶぶっ飛んでますよ無呼吸的なやつですかもう力入れてこんななくなるんですね、もう。すごいでしょ、結構なくなっちゃうんです。わかりやすい。この袋とパッキンに入れてる何が違うんですか？容器がいいっていう人は容器に入れて容器代1つ50円いただいてて、ビニールでいいよって人はビニールで家で鍋とかで温めてもらうように。醤油と味噌やったらどっちが人気ですか？味噌の方が早く売り切れることが多いですね。本根木さんはどっちが好きとかありますか？私は醤油に胡椒をかけるのが好きです。最近出たピリ辛っていうのもあるんだけど、辛みを抑えた唐辛子をちょっと配合して混ぜて食べてもらうんだけど、それが一番美味しいかな。白状に七味とかいろいろあるじゃないですか、あれの食べ方でおすすめってありますか？味噌は七味がいいかな。醤油に胡椒をかけるとニンニクがすごい際立つんですよね。すごくさっぱりと食べられるからすごい美味しいですよ。今日何人前ぐらい準備したんですか？持ち帰りは40ぐらいかな、予約で。
小中大あるじゃないですか、はい、これちょっとグラム数とか聞いてもいいですか？グラムはね決まってないの。私のすくうさじ加減、カレーだったらお玉4杯、むつ小だったら3杯。ご飯もグラム測んない。グラム1回測ったことあるけど、はい。だいたいね大盛りで600、700ぐらいあったかな。普通盛りで200、250、300。10時40分、10時50分、11時、11時20分。炊き上がりに合わせて。そう、タイマー設定しました。最近は便利だよね。これ握りがあるんですか？そう、4種類あります。甘い卵が私は好きです。でもどれもほら失敗しちゃってる。それさはさば。これの作り方とかは自分で開発されたんですか？卵？まあそうですね。我流で。何回も失敗したもん、卵焼き。もともとはいろんなことやったんですよ。小料理じゃないけど、はい。ポテトサラダがあったりとか、小鉢的な一品を出してたんですけど、はい。いろんなものを作っとかないといけないのが大変で、卵に思い切って絞っちゃおうと思って、卵だけでやっていくことを決めました。おはようございます。もうそんな時間？お気持ち100。甘くていいんだって。そう。甘いから。多分ダーが甘いの好きだって知ってるから。あとは今から何をされるんですか？予約用のネギを作ってくれたり、何してくれるんだろう。普通のでネギ。ネギ、紅、甘できますね。このファッションはオーバーオールなのは毎日オーバーオールで出勤してきてます。作業着です。選ばなくて済むし、汚れても全然気にしないから。それは甘いのですね。特製だし。卵焼き作るときに層を巻くやり方が結構多いと、切って冷えてからでもふんわりしたのが提供できるように
考えた結果そうにしないで半生状態で巻き上げて、あと余熱で火を通す感じにしてます。いろいろ試されて4種類に。基本的にいろんな材料を置いときたくないので、お店にある材料でなんかできないかなっていうところで。ここら辺ももう手が覚えてるみたいな感じです。目分量というか。確かに動画撮ってるのにね。確かに。こいつ作られるんですね。1皿100円なんで追加で取ってくれる人が多いかな。私もらった瞬間に意見変えたから。いや本当でもその甘かったよと思って言うなってで美味しかったよあれはあれで全然。お菓子だったでしょ。カステラみたいな感じで。結局夜さ。ナンバーワンだよ。自信持っていいと思う。あ、家でもほら。またこれあれ固まるまで。そう。ブニャーンってやつを昨日やったんだよ。89とマックス120って聞いた。そうね。そうステンレスなんだよ。なんだろうね。10はある。今日さ、1人は多いんだよね。朝からさ重労働っすよね。だってあんな。分かってくれます？いや朝から重労働って分かってくれます？もう大変なんですよ、いつも朝。これは今から明日の分を仕込みます。すごい同時並行です。すごいですね。冷やしながらね。と今あちらはネギをカウントして予約の方のネギを。あ、味噌と醤油で変えられたりするんですか。もちろん同じです。ベースは同じで、ここから今調味料を入れて味を作ります。今日並び始め早いよね。うん。ね。毎日こんな感じですか。毎日この中にもういるよ、いっぱい。あ、本当だ。一晩置いてます。昨日のうちに切って一晩置くことで辛みが落ち着くんですよね。
開店30分前ですけど、何をするんですか？ごぼうを切ります。丸って入ってくるこれ可愛くないあれと思って多分ダーがこうやりだしてもうお互いやってて綺麗な。一回で覚えたの大差あるね。なんかさ1歳ぐらいまでが一番覚えるとか言うじゃんだからさこれが朝みたいなやつになっていくってことですか？そうなんです。想像つかないでしょ。一回火通したやつを3時間ぐらいポトポトしてます。ってことは冷蔵庫の水は昨日の水だってことだね。これでもう厨房の仕込みは、終わりです。この人のが何するんですか？開いてきます。素敵なお召し物ですね。ありがとうございます。石盛り定食中がおすすめです。まず最初に来たら味噌と醤油を食べてもらって、どっちが好きか好みで分かれると思うので、次にその好きな方とカレーを食べて2回来てください。ありがとうございます。はい、すいません、お待たせしました。ため中ありがとうございます。ありがとうございます。お味どうしますか？味噌と醤油で。はい。ありがとうございます。ネギは乗せてもいいですか？はい。ありがとうございます。お待ちください。大盛り2個。ごめん。失礼し
ごめんなさいね、目の前でお待たせしてしまってすみません。そうしますとね、4000円ちょうだいいたします。ご飯の大盛りからお待たせします。どうぞ。先に醤油からご用意します。特の醤油ですね。吹いてる。醤油です。色が真っ赤なのでね、あれなんですけど。ご飯もおかわりするかもわかんない。マジっすか？よく混ぜて召し上がってくださいね。お待たせしてます。どちらの方から？愛知県です。もつ煮食べにと、あと高尾山登りに行きまし何時から今日待ってたんですか？た。10時前に着きましたね。お店は何回目なんですか？利用されるのは。 2回目。 2回目。3種類あるんで、全部個性があって、1種類だけでは物足りないですね。こっちが醤油で、こっちが味噌なんですけど、味噌にピリ辛を追加しました。お味はどうですか？めっちゃ美味しいです。もつ柔らかいですね。特大食べれそうですか？余裕です。お待たせしてごめんなさい。お預かりします。カレーと味噌で。はい、できますですね。はい、卵焼きお味4種類あるのでどうぞ。今札渡しますね。こちら。仕込みのカレーですね。お待たせしました。どうしますか？醤油とカレーで。はい、ネギは乗せてもいいですか？はい。はい。お間違いないですか？はい。ありがとうございます。お味はどうしますか？味噌と醤油。味噌醤油でネギは乗せてもいいですか？はい。いらっしゃいませ。お待ちください。いらっしゃいませ。ありがとうございます。醤油です。お味噌ご用意します。地元の方ですか？茅ヶ崎県仕事前に。どうですか？もつの味は。全部食べます。カレーがやっぱ気になる。実際どうですか？うまいっす。すごい柔らかいですね。噛んでてもすぐなくなっちゃうぐらい。この3つ食べられてみて一番美味しいなと思うとどれですか？僕味噌が好きですかね。で辛み増したんですけど、これうまいっす。卵はどうですか？僕しょっぱい卵焼きが好きで、ネギ入ってるやつが好きなんですよ。こっちがバッチリのやつに来ました。美味しいです。また来ます。ありがとうございます。はい、お味噌ですね。お待たせいたしました。どうぞ。お味噌。もう食べられたんですか？ダメです。はい。3回目ですね。今日は何頼まれたんですか？今日はカレーと味噌。醤油と味噌の場合もあるけど、まあ味噌と何かどっちかにしてます。はい。最高っすね。実は味以外にもやっぱり、まあ店員さん2人ともね、ホスピタリティというかおもてなしがすごいから、そういう意味で来てるのはあります。はい。この後仕事行きます。頑張ってください。ありがとうございます。200
ありがとうございます。結構お待ちいただいてましたよね。申し訳なかったですね。お腹いっぱいになりました。お気をつけてお帰りくださいね。どうもありがとうございます。またよろしくお願いいたします。食べれそうですか？あ、ご飯を波板飲みたいですけど。あ、波板飲みたいですけど。お願いします。上からはどちらのお味にしますか？コラの代わりの方ごめんなさい。お待たせしました。わかる？最高です。仕事はできそうですか？大丈夫です。バリバリ働きます。すごい美味しかったです。あ、よかったです。はい、じゃあちょうどかな。ちょっとくださいね。お店の雰囲気とかどうですか？店員さんの心遣いがすごいですね。いろいろ声かけてくださって、なんかセルフサービスなのも初めの人は分かんないと思うんですけど、ちゃんとねしてくださったりしてて、すごく丁寧だなと思いますし。ごちそうさまでした。気をつけてお帰りくださいませ。お遠いところからありがとうございます。気をつけて。ありがとうございます。ご飯は普通で大丈夫ですか？はい、お願いします。はい。一度券売機側にお体寄せてお待ちいただけます。どうもありがとうございます。お預かりします。あ、よかった、ありがとうございます。お味はどうしますか？味噌と醤油ではいネギはなしでネギなしで、はい。お味噌汁もネギない方がいいですか？これもネギ入ってないです。甘くない方ですね。ネギなし味噌です。ありがとうございます。はい。妻がもつ煮が大好きで調べてくれてきてこのもつ煮はどうでしたか？今まで食べた中で一番美味しかったです。3種類全部食べて、醤油と味噌とカレー初めて食べた。スパイス感があってすごい美味しかったですね。人参とかもすごい柔らかくてすごいびっくりしました。お店の方の雰囲気とかどうですか？すごい声掛けとか気遣いが素晴らしいなと思いました。素晴らしかったです。また来たいなと思いますね。はいはい。もうこれぐらいのペースなんですけども、ずーっと頑張る。
はい、カレーです。はい、お味噌ご用意しますね。大丈夫？今お助け隊がいますので。ではね、玉ねぎシェイラーしてきはどうですか？慣れっこなんで私たち大丈夫です。はい、お待たせしました。すっごい迅速に。じゃああちこちにこう目を置いたら。仕事仲間だし並ばれたんですか。はい、このもつの味とか。柔らかく美味しい。他にない大きさというか、そうです。こんなでかいもつ初めて見ました。すみません、失礼します。店員さんの感じとかどうですか。本当に素晴らしい対応で。女性2人で回してるのがすごいですね。味噌汁こぼしちゃったんですけど、丁寧にご対応いただいて、はい、感動しました。普通にも減ってるのにカレーも。カレーうまっ。ちゃんと作ってる感がすごいあって。煮込み味噌の大盛りですね。はい、お待たせいたしました。熱いので気をつけてください。そのお味は味噌カレーで、はい。カレーがここのお客様でおしまいになりそうですね。味噌醤油になりそうです。すみません。カレーは売り切れです。西盛定食の特を食べました。もつの感じどうですか。すごい大きくて柔らかくて美味しかった。どの味が一番気に入りましたか。味噌味です。ご飯が止まらない感じが好きでした。ありがとうございます。何名様ですか。4名様。カレーがまずなくなっていて、あとお味噌もちょっとなくなってきておりまして。あ、テーブルすみません、助かります。ちょっと待ってくださいね。はい、お待たせしました。申し訳ないです。またお願いします。本日売り切れになっちゃいます。すいません。ごめんなさい、今日売り切れになっちゃいますね。はい、申し訳ございません。まだ12時半ぐらいなんですけど、はい。だいたいこの時間には。ごめんなさい、それ飲んでて。どうもありがとうございます。毎月必ず来てます。なんでこの店に来られるんですか。うまいのがやっぱ一番、このもつって他の店でなかなかないんで、すごいおすすめです。おすすめの味ってありますか。やっぱり味噌ですね。濃厚で何回食べても飽きない、やみつきになります。おかみさんもすごい美人で、通う一つの理由かもしれないです。量が多いので、まずは中サイズで試していただいて、そこから自分なりのカスタマイズを探すのもまた一つの楽しみになりました。どうぞ。はい、どうぞ。再生回数がいっぱい上がってくれて、うちのお客さんに反響あればいいけどね。
もつカレーを食べる人が3人ぐらいいた。ちょっとカレーの方お水足すね。おかみ。持ち帰りも含めると今日も150。何時ぐらいに来たらおすすめですよとかありますか11時から開店なんですけど、早い時だと12時半前後に売り切れちゃうことがあるので、それまでに来ていただけたら確実ですね。お二人見てると結構積極的にお客さんとコミュニケーションを取ってる印象があったんですけど、そこも結構気をつけてるところですか？そうですね、楽しく仕事してます。一応皆さんにはお声かけはするようにはしてます。お待たせしましたっていうのは必ずお伝えすることと、味は何ですかっていうことで会話のきっかけが生まれるので、嫌な思いしないようにとかっていうところでは声かけの工夫はしてますけど。終わっちゃいました。ごめんなさい。すいません。またよろしくお願いいたします。仕事の中でこの部分が一番好きみたいなのがあったら聞きたいんですけど。美味しかった、ごちそうさまって言ってもらえると作ってよかったなって思います。割烹着のスタイルですか？はい、実家感を出したかったんですよ。実家から離れてたりとか、ここまで親が近くにいないじゃないですか。実家の温かさとかそういうところを感じてもらいたくて、だからもうあえて振り切った母像昔だったら割烹着だなみたいな。暑い。みんな暑いって言っても嫌だって言ってる。着物の中の袖をみんな取ってノースリーブみたいになってるんですよ。背中にホッケをつけて保冷剤を入れられるようにしたりとか。でもこのスタイルは変えないでおこうかなって。一応ここも合わせてうちのもつのっていう名前で覚えてくれてる人もいるから、暑いからといっては変えないでおきたいかなって感じ。なるほど。はい。やっぱりお客さんが幸せな気分で帰っていただけるように、満足していただけるように、かなこさんの思いが伝わるように心がけてます。100点。100点。100点。よし。100点だね。すごいね。頑張れ、頑張れ、頑張って。応援してもらいたいから。すいません、どうもありがとうございました。小西さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。お店の創業の年を教えてください。2022年の4月です。今ちょっと力を入れていることとか頑張っていることがあればお伺いしたい。常にうちのお店に来るお客さんに満足していただくために何がベストかなっていうのをなんかいつも考えてます。できることから進めていってますね。今は駐車場がうちどうしてもないのでご不便かけちゃったりとかするところは改善しないとなっていうところでやってるんですけど。お客さんに最後に一言いただいてもいいですか？もつのお店を知ってくださってる方、これから来たいなって思ってるお客様、いつも来てくださってるお客様、ありがとうございます自分が美味しいなって思うものを作って提供しているので、口に合って喜んでいただけたらいいなと思って毎日営業しているので、もしお近くに来られたりとか来る際があったらぜひ顔を出してください。今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい。